こんにちは、MD ジャックです。前回の動画でウォーキングの際 AG のヘッドフォンしてますとお話ししましたが、その後ちょっと重いなぁと思ったので、この1週間はソニーの CH510 をしています。132g と本体が軽く、オンイヤータイプなので、割と周囲の音も聞こえ、歩道を歩いてると結構自転車に追い抜かれたりするので、歩く際には都合がいいんです。低域も高域も程よく出て、シャリが強めのドンシャリですが、5000円以下で手頃なので案外良いと思います。こんにちは、あいです。ジャックさん、またヘッドフォンの話からですか？ヘッドフォンのレビュー動画作ればいいのに。ちょっと無理かな。手が回らないし専用の同音管も作らなきゃだから。こんな感じで軽く触れる程度でいいよ。コメント欄で質問があったらお答えします。ということで。そうですね。年内は予定いっぱいですものね。さて今回は CCA のニューモデル CA16 Pro になります。先代の CA16 ってどんなモデルだったんですか？先代って言われちゃうと引退したみたいだな。7BA プラス 1DD のハイブリッドモデルだね。低域が強い印象だけど、そこまで沈まない感じ。2kHz から 8kHz にかけてあまり減衰せず、中高域から高域にかけて平均的に出るので華やかな印象。改めて聞いてみたけど、かなり好きな感じで、ありで価格見たら5000円ちょっとで買えるから、これから買う方はお得だね。以前 KZ の無線化モジュール AZ09 でホワイトノイズが気になった時に CA16 を装着したら結構ノイズが低減したよ。感度 102dB が影響してると思う。KZ も CCA も感度高めなの多いから低めを探すのに苦労した。ああ、覚えていますよ。AZ09 のホワイトノイズがさーってあの時たくさん言いましたから。さて、じゃあ CA16 Pro に入りましょう。まずは無線化のつながりで CA16 Pro も AZ09 に装着してみた。有線の場合との波形の差がこれ。CA16 Pro with AZ09 だと低域が落ちて高域がちょっと上がる感じに。それとやっぱりホワイトノイズは気になるレベルで CA16 との差は歴然。曲が始まってしまえば問題ないけど曲間では必ず気になるだろうなと。なので私は AZ09 にはほとんどホワイトノイズを感じない CA16 を装着して常用してる。ああ、ほんとだ。これははっきり違いがわかります。次はドライバーですね。ドライバー数は同じですけど構成が違いますね。そうそう、50024の改良型の 50024S が2個1になってて、それが3セット。あと30019が1個。配置は似てるけど CA16 とは BA の型番は被らないね。あとダイナミックドライバーが 7mm から 10mm になってる。CA16 の低域のピークが少し前にあるのはこれが要因なのかなと思った。外観はミミィちゃんにも加わってもらって話しましょう。まずフェイスプレートのメッシュ部分。これお飾りなのか弁当を兼ねているのか耳を近づけて確認してみたけどはっきりは分からず。でも空いてたとしてもほんのちょっとだろうね。16 Pro の低域かなり強いから弁当あったらもっと低域逃げそうな気がする。次に大きさね。 CA16 とほぼ同じで大きめで厚みもある。そしてミミィちゃんが気にしてるあれもある。そう、イヤーフィンの突起ね。これあると装着厳しい方がいらっしゃるので改善してほしいなって思うよ。軸の長めのイヤフィで回避できそうだけど、なんかいいアイデアをお持ちの方はコメントしていただけると嬉しいです。それから CA16 も16 Pro もノズルは少し細め。セドナイヤーフィットの通常タイプだと緩い。ファイナル E タイプでもちょっと緩め。セドナだったらクリスタルか最近発売になったビビットならぴったり。逆に 5mm 系のノズルだとやめといた方がいいかな。無理やりつけて取るとき壊れたから。ビビットは6サイズ入りでしか売ってないのがちょっと残念。さすがミミィちゃん、ニヤピもよく知ってるわね。そんなことないよ。コメント欄で教えてもらって買ってみてる感じ。そうなんだ。ありがたい情報ね。では音質比較動画に行きましょう。今回はもちろん CA16 と CA16 Pro の比較です。リアピはファイナル E タイプ、ケーブルは CA16 Pro 付属の新しいタイプのケーブルです。
まず CA16 Pro の単体波形から、右下がりの波形で低域が強めですね。 200Hz 以下のカーブが 50Hz へ向かって上昇してる。実際かなり重めの低域が響いていて、通常なら他の帯域に被るところだけど、この低域は別のレイヤーにいるような感じで、あまり被ってこないのと、中広域、広域が低域に負けないようしっかり出ているので、低域が強いけどなかなかのバランスになってる。ピンクノイズの基準線を割る 200Hz から 1.5kHz 付近の落ち込みも大きくはないけど、レベルを低域に合わせた表示にすると、こんな風になるので、ドンの強めなドンシャリですな。次に 2kHz を超えたあたりから 3kHz にかけてのピークを多く見ているので、2kHz 手前のピークは特徴的に感じるね。その代わり3から 5kHz 付近は落として調整しているように見える。以前ちょっと試しただけだけど 3kHz あたりのピークだと女性ボーカルが綺麗で、それ以下だと男性ボーカルが合う感じだった。広域は 8kHz がある程度きっちり出ているので不足感は感じず、広域全体としてはすっきり聞こえるよ。そうなんですね。じゃあ CA16 の波形を重ねてみましょう。なんか CA16 Pro の波形が右へずれた感じに見えますね。そうだね。低域から 2kHz あたりまでが右へ 200Hz ぐらいずれてる感じだね。その分低域のピークポイントがずれて少し軽い感じに。CA16 Pro では 2kHz 手前だったピークは CA16 では 2.2kHz 付近に。そこから 8kHz 付近まであまり大きな減衰がないため、中広域から広域にかけての密度があって明るく華やかな感じ。トータルで見ると CA16 と CA16 Pro はドライバーの数は同じでも構成は違うし、出音も結構違うので別物と言えるでしょうね。音量差も結構あって、スペック上も CA16 の方が出音が小さめ、実際も小さめ。でも比べれば小さめというだけね。ジャックさん、さっき愛に何か言いかけていたことって何ですか？あ、忘れてた。CA16 Pro は発売と同時にスペックとかほとんど見ずに注文して出音を楽しみにしていたんだけど、聞いてみてびっくり。これ聞いたことある。で、波形を見たらこうだった。はい、重ねますよ。これ何の波形だと思う？なんか割と最近見たことあるような気がしてるんですが。はい、正解は KZZAS でした。すでにご存知の方も多くいらっしゃるのかな。この2モデルが兄弟機であることを知らなかったんだよね。後から見たらドライバー構成もドライバー配置も同じだもんね。かつての KZZSX と CCAC12。最近では KZZEX と CCANRA のような関係だね。でも CA16 の進化系を期待していた分、ちょっとがっかりしちゃったわ。もっと違う音質を期待していたんですね。それが聞いたことのある音だったと。まあそういうこと。違う点としては波形ではほとんど同じだけど、聞いた感じ CA16 Pro の方が広域が若干明るいね。それとスペック上の感度とインピーダンスは同じだけど、実測すると CA16 Pro の方が 0.8dB ほど音量が大きかったので、明るい音でグイグイ迫ってきてとてもパワフル。スマホ直差しも全然問題ない。まとめると CA16 Pro は CA16 とは別物。CA16 Pro と KZZAS は兄弟で CA16 Pro が後発だから弟の方が広域が若干明るく、出音も若干大きい。低域苦手な方はスルーで。ZAS が気に入っている方にはこれもおすすめ。今どっちも持っていなければ CA16 Pro がおすすめ。こんな感じですかね。弟の印象がいいから兄の ZAS の出番が減っちゃうなって思ってます。ということで CA16 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。